皆さんこんにちは。普段見過ごしている日常の秘密を解き明かす解説員のずんだもんです。日本は世界一正確な鉄道を持つ国。しかしその正確性の裏側で世界一混雑する通勤という恐ろしい代償を払っています。この矛盾はどこから生まれたのか。本日は満員電車が映し出す日本の効率と秩序という2つの顔を徹底的に分析します。海外から日本を訪れた多くの人々がその効率的で時間に正確な鉄道システムに驚嘆します。しかし早朝や夕方の時間帯にその同じシステムが全く別の顔を見せることを知っています。それが満員電車です。まるで人々の静かな決意と忍耐力が試されているかのようなこの異常なほどの混雑は日本の日常生活を象徴する光景の一つです。なぜこれほどまでに技術が発達し合理性が重んじられると見える国で毎朝何百万人もの人々が文字通り押しつぶされながら通勤するというこの一見非効率で狂気にも見える習慣を受け入れているのでしょうか。この動画では満員電車の裏に隠された日本の地理、経済、歴史、そして文化という多層的な理由を深掘りしていきます。単なる交通問題としてではなく日本社会の構造そのものとしてこの現象を紐解いていきましょう。第1章、地理と人口集中、物理的な避けられなさ、国土の制約と過重地の偏在。満員電車の原因を探る上でまず避けて通れないのが日本の地理的要因です。日本という国は国土の約 70% 以上が山地であり、人々が実際に住める過重地が極めて限られています。これは私たち日本人にとっては当たり前のことかもしれませんが、海外の広大な国々から見ると非常に特殊な状況です。結果として人口は自然と平野部、特に海岸沿いの狭い地域に集中せざるを得ませんでした。一極集中の極端な物理的結果、そしてこの国土の制約が東京、大阪、名古屋といった大都市圏への一極集中を加速させました。特に東京圏、つまり首都圏には日本の全人口の約3分の1にあたる人々が集中しています。世界で最も人口密度の高い都市圏の一つです。人々は都心の高すぎる不動産価格から逃れるため郊外に住居を求めます。しかし職場や学校、主要な施設は依然として都心に集中したままです。この構造の結果、毎日決まった時間に郊外から都心へと向かう膨大な数の人々の物理的な流れが生まれます。これが満員電車の最も直接的な物理的地理的な原因です。つまり満員電車は狭い国土に大人数が密集し食住が分離しているという日本の物理的な現実が生み出した避けられない結果だと言えるのです。第2章、鉄道網の驚異的な効率と限界、世界最高水準の輸送能力。ここで満員電車を支えるもう一つの重要な要素、日本の鉄道網の驚異的な効率について見てみましょう。日本の都市鉄道は世界でも類を見ないほどの正確性と高頻度運転を実現しています。ピーク時には1時間に20本以上、つまり3分に1本の間隔で電車が運行される路線も珍しくありません。この高頻度運転は一見すると混雑を緩和しているように見えますが、実は満員電車を可能にしている技術的な要因でもあります。輸送力の極限への挑戦。日本の鉄道会社はこの膨大な通勤客を運ぶため輸送力の限界に挑戦し続けてきました。列車の編成を長くしたり運行間隔を極限まで短くしたりすることで理論上の輸送能力を最大化しています。しかしこの輸送力の増強は皮肉にもより多くの人々が同じ時間帯に同じ方向へ移動することを可能にしてしまいました。例えば混雑率に 100% という状態は乗客が新聞を広げることさえできないほど体が密着している状態を指します。鉄道会社はこの過密な状態でも安全に運行できるよう技術とオペレーションを磨き上げてきました。しかしこの高い輸送能力が結果として混雑を容認する社会的なインフラとなってしまい、満員電車が避けられない不便ではなく許容される社会コストとして定着してしまったのです。第3章、
自動車社会の限界と鉄道への依存、都市構造と自家用車の非効率性。ここでもし鉄道がなければ人々はどうなるのかを考えてみましょう。もし東京圏の通勤客全員が自家用車で通勤しようとしたら、都市機能は完全に麻痺するでしょう。日本の大都市圏は狭い多重地に高密度で発展してきたため、道路網は鉄道網ほど広範囲かつ効率的ではありません。駐車場は非常に高額で、都心部ではほとんど見つかりません。この構造的な問題により、大都市圏の通勤において自家用車は時間的にも経済的にも非常に非効率な選択肢となります。鉄道の圧倒的な優位性。満員電車は確かに不快ですが、それでも渋滞に巻き込まれることがなく、定時に目的地に到着できるという圧倒的な信頼性があります。また費用も、特に企業が通勤手当として全額負担することが一般的であるため、個人の負担は自家用車に比べて極めて低くなります。結果として満員電車での通勤は都市機能の維持という観点から最も合理的で唯一の選択肢となってしまったのです。人々は多少の不快感と引き換えに確実性と経済性という大きなメリットを選んでいると言えます。しかしこれはあくまで物理的インフラの側面の分析に過ぎません。次章はより文化的、経済的、そして歴史的な真相に迫っていきます。第4章、企業文化と時間原子の社会契約論。日本独自の始業時間原子のプレッシャー。満員電車の混雑が特定の時間帯に集中する最大の理由は、日本の企業文化に深く根ざした時間原子の思想です。日本のビジネスにおいて始業時刻、例えば午前9時や9時半にぴったり間に合うことは単なるマナーではなく職業倫理とみなされます。この時間原子の精神は鉄道の定時運行という信頼性によって支えられ、さらに強化されてきました。海外では多少の遅延やフレックスタイム制による出勤時間のばらつきが許容される文化も多く見られます。しかし日本では仮に電車が遅れたとしたら電車の遅延証明書類を提出する必要がある場合がほとんどです。そのため人々は遅れることのリスクを極度に恐れ、余裕を持って出勤しようとします。一斉通勤という社会的な慣習。この時間原子の文化は企業の多くがコアタイム、必ず勤務すべき時間帯を設定していることや、朝礼や会議が始業直後に設定されることが多いため、数百万人の労働者がまるで目に見えない指揮者の下で一斉に動くかのように、同じ30分から1時間の間に駅に殺到する現象を引き起こします。これが一斉通勤という社会的な慣習であり、混雑のピークを極端に尖らせる最大の要因です。この背景にはチームワークと集団行動を重んじる日本文化があり、皆が同じように努力しているという意識が個人の不満を仕方ないこととして受け入れさせる心理的な作用も働いていると言えます。満員電車は個人の自由よりも集団の秩序を優先する日本の社会契約の一つの表れなのです。第5章、定期券の経済的固定化と制度の功罪。企業による通勤手当全額支給の制度。満員電車をさらに固定化しているのが日本独自の通勤手当という制度です。日本では多くの企業が従業員の通勤費用を全額支給します。これは実質的に通勤費無料を意味します。さらに重要なのが、この通勤手当が6ヶ月定期券などの長期定期券の購入を前提として支給されるケースが多いことです。定期券はその期間内であれば何度でも乗り放題であり、特に長距離であればあるほど1回あたりの運賃が格安になります。この制度は従業員にとって経済的なメリットが非常に大きい一方で、一つの大きな影響を生み出します。定期券経済圏による行動の固定化。定期券は通勤ルートを経済的に固定化します。一度その定期券を買ってしまうと、この路線以外で通勤する意味がないという経済的インセンティブが強く働きます。時差通勤のためにあえて遠回りしたり、朝早く出勤して時間を潰したりするよりも、定期券の有効なピーク時を最大限利用しようとする傾向が生まれます。この制度は鉄道会社にとっては安定的な収益源となり、企業にとっては福利厚生の柱となりますが、通勤者にとっては満員電車に乗らざるを得ないという行動様式を
経済的に強く誘導固定化している側面があるのです。第6章、歴史的背景。高度経済成長と食住分離。戦後復興と急激な都市人口の増加。満員電車の歴史的な起源は戦後の高度経済成長期にあります。1950年代から1970年代にかけて日本の都市人口は爆発的に増加しました。多くの人々が地方から仕事のある大都市圏へと流入したのです。この急激な人口増加に対応するため、政府と企業は都心の住宅不足を解消するため郊外に大規模な住宅地を開発し、一方で都心は商業ビジネスの中心地として特化させるという明確な食住分離の都市計画を進めました。ベッドタウン開発と長距離通勤の定着。郊外に住居を持ち、都心まで片道1時間から2時間かけて通勤するという長距離通勤のライフスタイルはこの時期に標準的なものとして定着しました。この構造は都市の効率的な拡大には役立ちましたが、同時に朝夕の通勤ラッシュという社会的な課題を構造的に内包することとなりました。この時代に構築された食住分離の都市構造と、それを支える高い輸送能力を持つ鉄道インフラ、そして大量一斉行動を促す企業文化が現在の満員電車という現象を多角的に固定化したと言えるのです。これは日本が効率と経済発展を追求した結果として生まれた歴史の遺産でもあるのです。第7章、時差通勤の試みと経済的な抵抗。時差通勤奨励策の限界。鉄道会社や政府は満員電車の緩和策として長年にわたり時差通勤を奨励してきました。朝のピーク時を避けて早く、あるいは遅く出勤する人に対してポイント付与や割引運賃を提供するオフピーク定期券などの試みも導入されています。しかしこれらの施策が混雑を劇的に緩和するに至っていないのにはいくつかの構造的な理由があります。最も大きな抵抗要因は第4章で触れた企業文化です。多くの日本企業ではたとえ個人がオフピーク出勤を選びたくても朝の会議や上司やチームメンバーとの一斉業務開始といった長年の慣習がそれを許しません。自分だけ違う時間に働くのは協調性に欠けるという無言の圧力が制度の有効性を阻んでいるのです。運賃体系の経済的差別化という壁。さらに満員電車という現象を裏で支える経済的な壁があります。これまで鉄道会社は時間帯による料金体系の差別化に消極的でした。その背景には通勤手当全額支給という企業制度があるため、料金を下げたところで恩恵を受けるのは企業側であり、通勤者個人の行動を変えるインセンティブが弱いという現実があります。またオフピーク定期券を導入しても通常のピーク時定期券と比べた割引率が通勤者の不快感や早起き、遅い帰宅といった個人的なコストに見合うほど大きくない場合が多いです。企業が時差手当を別途支給しない限り、運賃体系の差別化は長年の定期券制度に慣れた人々の行動を抜本的に変える決定打にはなりにくいのです。この抵抗は満員電車が単なる交通問題ではなく、日本経済の深部に組み込まれた料金体系の歴史と密接に結びついていることを示しています。第8章、テレワークの波と段階的廃止の背景。コロナ禍による劇的な変化と一時的な混雑緩和。2020年以降、世界的なパンデミックの影響により、日本でもテレワーク在宅勤務が一気に普及しました。これにより、多くの大都市圏で一時的に電車の混雑率が大幅に低下し、満員電車は過去の遺物になるのではないかという希望的な観測も広がりました。これは日本の社会構造が一気に変化する歴史的なチャンスでした。実際にテレワークの導入により多くの労働者が満員電車に乗らなくて済むというメリットを享受し、生産性の向上や生活の質の改善を実感しました。なぜテレワークは段階的廃止に向かったのか。しかしパンデミックが落ち着き始めると、多くの企業でテレワークを段階的に廃止し、オフィスへの出勤を再開させる動き、いわゆる出社回帰が加速しました。その背景には単なる慣習だけでなく、日本独自のマネジメント文化とコミュニケーション重視の考え方があります。日本の企業では非言語的なコミュニケーションや場の空気を読むことが非常に重視されます。また
見ていないと管理できないという伝統的な年功序列型のマネージャーの意識も根強く残っています。さらに対面での雑談から生まれるイノベーションや部署間の連携の重要性が強調され、完全なリモートではチームの一体感が損なわれるという議論が主流になりました。結果として多くの企業は週に数回の出勤というハイブリッド型を採用しましたが、実質的には皆が同じ日に出勤する傾向が強く、混雑のピークは再び戻りつつあります。これはテレワークによる変化が満員電車の構造的な問題を解決する秘密の鍵ではなかったことを示唆しています。日本のビジネス文化は不快な満員電車よりも対面での集団的な秩序を優先する傾向があるのです。第9章、満員電車が持つ見えない社会的な機能、格差と努力の静かな可視化。最後に、満員電車がなぜこれほどまでに受け入れられているのかという最も深層にある社会的な機能について考えてみましょう。満員電車は日本の都市生活において格差と努力を静かに、しかし確実に可視化する役割を果たしています。朝早くから遠くの郊外から都心を目指して満員電車に揺られるという行為は、家族のために会社のために自己成長のためにという献身的な努力の象徴とみなされることがあります。この皆が耐えている苦難を共有することで、自分も社会の一員として頑張っているという静かな連帯感が生まれます。苦痛の共有という心理的な効果。もし誰かが満員電車に乗らずに済む特別な方法を恒常的に使っていたら、それは集団から逸脱している、あるいは楽をしているとみなされる可能性があります。満員電車に耐えることは一種の成人儀礼であり、社会人としての義務を果たすという苦痛の共有による心理的な効果を生んでいます。この満員電車に乗るという集団行動は、時間原子協調性忍耐力といった日本社会が個人に求める倫理的な価値観を毎朝再確認させる巨大な社会的な装置として機能しているのです。つまり日本人が満員電車で通勤するのは単に他に選択肢がないからだけでなく、その選択肢を選ぶことで社会の一員であることを証明しているという見えないルールが働いているからだと言えるかもしれません。結び、満員電車効率と文化のジレンマ。まとめです。この動画で見てきたように、日本人が満員電車で通勤する理由は地理的な制約、世界一の鉄道効率、戦後からの食住分離という歴史、通勤手当による経済的な固定化、そして何よりも一斉行動を重んじる企業文化という多層的な要因が絡み合った結果です。満員電車は効率性と集団的な秩序を追求し続けた日本の歴史が生んだ狂気と忍耐が同居する唯一無二の現象なのです。この現象は日本社会の過去と現在、そして合理性と非合理性という2つの相反する側面を同時に映し出しています。あなたが次に日本の電車に乗る機会があったなら、その混雑の中で日本の社会が持つ見えないルールとそこで生きる人々の静かな決意を感じ取ってみてください。それは日本の本当の姿を知る上で最も重要な体験の一つとなるでしょう。出典についてはこれらにあたりました。この動画が皆さんの日本での生活で普段見過ごしている日常の秘密を解き明かすヒントになれば嬉しいです。ぜひあなたの率直な意見や体験談をコメント欄で教えてください。この動画が面白かった、ためになったという方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。